当時はつまり30数年前、8000ショットぐらいは撮ってるんじゃないでしょうかね。街の中にいる時、フートン、路地にいる時、教室の中にいる時、どちらも私にとっては撮りたい相手でしたね。将来を担うのは子供たちでしょ。秋山良二と申します。1942年生まれですから76ですかね。大学出てから新聞社などで勤めましたけどね、24の年に会社辞めて、それからずっとフリーの写真家です。当時コニカという写真機材を作って売っている大きな会社がありますけど、中国の子供たちを撮ってみませんかという、そこからの依頼で、中国行った時にね、やっぱりちょっと違うなと思いましたよ。確かに。例えば家の外に出て椅子の上でね、夕方の光で勉強してたりね、あと学校もいくつも訪ねましたしね、例えばバレエのスクールみたいなのを行ったりしてますけど、それはさすがに日本にはなかったんで、なかなか中国の子供たちもやるなと思ってましたけど、一つ驚いてるのはね、貸本屋さん、子供がたくさん来てるんですよね。勉強が好きな国だなと思いましたよ。この写真はね、トルファンだったと思いますけど、スイカなど売ってるところを写真撮らせてもらってたんですけど、可愛い子供が何人もいたんですよ。もっと美しい自然の中で撮りたいなと思ったもんですから、でそこに子供たちと一緒に行って撮らせてもらって、でまた車でマーケット帰ってきて、子供たちのお母さんお父さんが集まってきて、うちの子供を誘拐されたっていうふうにねでこういうことで撮ってんですよっていうふうに通訳の方が説明してくださったんで、謝りました。我ながらね、随分大胆なことをしたなと思って見ますよ、この写真は。でもいい写真でしょ。中国撮影家協会の人たちにお世話になって撮ってるってお話ししましたけどね、子供たちを用意してくれてる場合が多かったんですよ。ご両親としては子供の衣服をきれいにしたりね、時にはお化粧したりね、口紅塗ったりしてね、自分の気持ちとしてはあまり着飾ってない普通の姿を撮りたいなと思うじゃないですか。お化粧だけはちょっとね、困ったなってありますね、気持ちとしてはね。久しぶりに自分の写真こうやって整理しながら見直してたら、辛そうな顔してるのは写真1枚だけだったんです。実際に私はその時食べてるんですけど、私にはとても辛いそうだったんですよ。そういうキャプションつけました。実際写真見てると辛そうでしょ。上海、北京とか大きな都市は大体行っておりますし、なかなか外国の人は行かれないと言われていた海南島まで案内していただいて、本当ハワイのようなね。あとは内蒙古も行ってますし、雪が降ってるシーンなんかも撮れましたしね。田舎に行くと、地方へ行くと私が目立ちます。でそれはやっぱりね、最初からカメラ向けちゃいけませんよね。ちょっと言葉はできなかったけど、やっぱりなんか笑顔で声をかけて、日本の子供の遊びを教えてもらってやってみたりね。一度の中国行きでね、200本以上持ってたと思います。使ったカメラは12枚撮りのカメラなんですね。でも余計なことですけど、いい写真と数は関係ないですからね。2台3台首から下げて撮るんですけど、なんか宇宙人が歩いているように子供たちは思ったんじゃないでしょうかね。今は40歳50歳になってる方がね、私のこの中国の写真集に登場してるわけでしょ。その方たちがどんなに立派になってるのかね、会いたいですね。